おはようございます。今週も人間をやります。今日の出の時間帯なんで空がめっちゃ綺麗なオレンジです。めっちゃ快晴や。さあ今日は月曜日なんで白湯飲みながらワンピース読みたいと思います。はい、というわけで今から散歩行きたいと思います。もう早朝やと寒いぐらいなんで全く汗かかないんですよね。で僕散歩するときはオールバーズのスニーカー履いてます。やっぱりこれが歩きやすい。雲一つない快晴です。最高。やばい、マジで気候が気持ちよすぎる。実は3日連続で快晴なんですよね。今日なんかめっちゃ人多いなと思ったら祝日か。帰ってきました。そしてカフェラテです。20分ぐらい歩いたところからめちゃくちゃ暑かったわ。で結局1時間ぐらいは歩きましたね。それでもギリギリ汗はかかんかったわ。昼間やったらもう確実に汗かいてますからね。もう今気温22度か。今日最高気温29度ですよ。早朝の気温17度なんで気温差が12度もあるんですよね。今から90分作業します。味噌汁の具材買い忘れてたんで余ってた大根と玉ねぎで作ります。昼から包丁で具材を切ることになるとはな。スーパーに買いに行くよりは多分こっちの方が早いはず。いつもより具材少ないんですけど多分これぐらいが普通の量ですね。いつも多すぎるだけや。でもやっぱり具材が多い方がお腹は満たされるよな。味噌汁はもう絶対毎日作ろうって思ってるから味噌溶くやつ買おうかな。はい、昼ご飯です。うますぎ。だしに玉ねぎを感じるわ。やっぱ具材変わるとだしの味変わりますね。味噌が一緒でも味全然ちゃうもん。てか最近昼ご飯の満足度が高すぎてもはや夜ご飯より楽しみになってますね。で今日は味噌汁が出来たてなんもでかい。味噌汁に限った話じゃないんですけど全ての料理絶対出来たての方がうまいんでね。いや昼寝がめちゃくちゃ気持ちよかった。というわけで今からポケモン見ます。今ちょっとポケモン見てるとこなんですけど僕ポケモン見てからこの英単語の勉強するっていうルーティンなんですよ。でポケモンって実は話の幅結構広くてこれ宇宙の話なんですよ。前から宇宙に関する単語とか出てくるわけなんですけど僕ちょっと前に単語帳で天文学の単語を勉強したんですよ。だからこのサテライトとかあとはこのアステロイドとかもうこんな感じでね毎日ポケモン見てるともうこの本で覚えた単語だったりとか聞いたことある単語に毎日のように出会うんですね。でそれがね結構楽しいですね。で僕いつも字幕なしで見てるんですけど、今のもね耳で聞いて分かったから一旦止めてね、ちょっとこうやって喋ってるんですけどもう僕完全に音ベースの勉強しかしてないから基本的に覚えてる単語っていうのは聞いたら分かるんですよ。その代わりスペルは全然書けないんですけどね。もう書く練習なんか1秒もしてないから、でも僕はもうそれでいいと思ってるんですよ。僕はもうリスニングとスピーキングに振り切るって決めてるからそれはスペルはね書けるに越したことはないんですけど今は正直もう文字書くことってほぼないじゃないですか。もう日本語ですらも全然なくてで文字書く時って基本的にスマホとかパソコンで打つわけじゃないですか。でそうすると英単語もね勝手に変換されるんですよね。僕はね勉強始めたのが遅いっていうのもあるからだから全てのレベルをもう上げていくっていうのは僕は諦めてるんでだから僕はもう自分が身につけたいところだけを特化させるって感じですね。でこの単語帳は僕今もう9割ぐらい終わってるんですけどもちろんねまだ半分も覚えてないですよ。やねんけど僕今ここまでやってる単語全部発音記号見ただけで発音できますよ。っていうぐらい僕も音ベースの勉強しかしてないんですよね。そしたら今から英単語帳をやります。でこの単語帳はね、何回もやるんですけど、この単語帳の8割ぐらい覚えたなと思ったら、このディスティンクションシリーズの別の本やろうかなと思ってます。ネイティブの表現が学べるような本ですね。晩ご飯の食材買いに来ました。今日はきのこご飯作ります。もうめんどくさいんで炒めるとかはしないです。もうきのこを炊飯器に入れて米と一緒に炊くだけですね。もう切るという作業この1回だけですからね。めっちゃ楽。米を水に浸してました。米の量1合です。もうここにきのこ入れるだけですね。そしたら米炊きます。米炊けました。オープン。おー
めっちゃいい感じじゃないですか。お、うまそう。やばい、完璧やん。晩ご飯です。きのこご飯めっちゃうまそう。手上げレッタッキャース。うまっ。炊飯器に入れただけですよ。これはめっちゃ簡単なんで頻繁に作るかも。なんなら秋の間毎日作ってもいいぐらいやな。てか今日の夜ご飯珍しく肉も魚もないわ。豚汁ときのこご飯、これで決まりやな。おはようございます。二度寝しちゃいましたね。アラーム止めた瞬間また寝てたわ。今日のスケジュール昨日の段階ですでに考えてたのにやらかしてもうた。でもまだ全然修正効くレベルなんでよかったです。言うても7時前に起きてますからね。今気温21度あるんで T シャツ短パンでちょうどいいわ。風が気持ちよすぎ。そしたら今から作業したいと思います。今日は大根ときのこの味噌汁作ります。今日はコンロ2つとも使って料理します。いつも手前のコンロで作って奥側のコンロは温めるだけだったんですよ。というのはね、奥側のコンロはちょっと火力が弱いんですよね。昼ご飯です。味噌汁飲んだらキノコの味するわ。味噌汁ほんまにうまいな。一番好きな食べ物味噌汁になりそうやもん。てか僕多分あったかいスープがめっちゃ好きなんですよね。コンソメスープとかも好きやし、なんかね落ち着くんですよ。昼寝してました。今からポケモン見ます。そしたら次は英単語の勉強をやっていきます。今日晩ご飯何にしよう。この3週間ぐらいほんまに作りたいもんがなくて困ってるんですよね。炊き込みご飯はうまいけど作るのがめんどくさすぎんねんな。やばい、ほんまに食べたいもんがない。今日はアボカド単体で食べようと思うんですけど、わさび醤油で食べるのがねめちゃくちゃうまいんですよね。てか刺身醤油がうますぎんねんな。これ普通の醤油じゃないっていうのがポイントですね。そしたら晩ご飯作っていきます。今日は鮭のムニエルですね。で鮭いっぱいあるんで今日は2切れ行ってみました。2日前4割引きで買って今日も4割引きで買ったんですよ。いや2切れは贅沢やな。うわ、焼き加減最高すぎるやろ。晩ご飯完成しました。うまそう。このアボカドを刺身みたいに食べるんですよ。うまっ。これマジでうまい。てかわさび醤油上からかけてもいいんですけどね。アボカドがめっちゃ滑らかでサーモン食べてるみたいな感じなんですよ。いやうますぎ。この鮭ねめっちゃでかい。どう考えても2切れ多いんですけどね。おはようございます。暑くて寝るのに1時間以上かかりました。窓開けてカーテンも開けて布団もかぶらずサーキュレーターの風浴びながら寝ましたからね。しかも服は T シャツ短パン。今日は空が完全に雲に覆われちゃってますね。太陽が全く見えへん。昼ご飯です。昨日から湿度が高すぎてめっちゃしんどい。1時間ぐらい寝るか。今日やばい、ほんまに眠たい。音楽なしで耳栓して寝るのが一番いいわ。起きました。眠たいというよりね体がだるいわ。てか昨日からこんな感じやわ。体熱っ。この体のだるさ気候のせいな気がすんねんな。外は風が吹いたらちょっと涼しいかな。スーパーの中冷房がガンガン効いてて気持ちいい。このサイズのコカ・コーラゼロなくなってる。マクドナルドとコカ・コーラゼロ買ってきました。スーパーがエアコンめっちゃ効いてたから一気に目覚めたわ。手上げレッタッキャース。はい、こちら三角チョコパイですね。これがチョコでこっちがキャラメルですね。であとはポテトも買いました。こういうねジャンクなもの食べるの2ヶ月ぶりやと思います。
ほんまお菓子も甘いものも僕一切食べてなかったんですよ。で2ヶ月前にフリースタイルリブレっていうのを体につけて自分の血糖値をモニタリングしてたんですね。でその時に甘いもの食べた以来です。ちなみにコカ・コーラゼロとかに入ってる甘味料って血糖値上げないっていうじゃないですか。これはねほんまにそうでした。マジで全く血糖値に変動がなかった。とはいっても人工甘味料ってメリットだけではないんですけど、それでも僕は普通のコーラ飲むよりはコカ・コーラゼロ飲みますね。暑すぎてサーキュレーターの風今ガンガンに浴びてます。ジャンクフードを丸2ヶ月全く食べんかったの多分人生で初めてなんですよね。でも週1回だけ食べるとかよりも全く食べない方が楽やと思います。もう長期間食べてなかったらもう我慢するとかっていうのもないんですよ。でも週1回だけ食べるとかやと逆にねなんか我慢しないといけないんですよ。僕タバコ吸ったことないから分かんないんですけど、タバコ吸ってる人で例えるのであれば週1回だけタバコ吸いますみたいな感じなんですよ。いやそれ多分無理じゃないですか。毎日結構吸うか全く吸わないか、もう多分どっちかに分かれると思うんですよ。稀にたまにしか吸わないっていう人いるんですけど、基本的にはもうどっちかに分かれると思うんですね。それに近いですよね。やっぱジャンクフードって中毒性やばいんで、だからこれ僕久しぶりに食べちゃったんで多分また明日も食べたくなるんですよ。いやでもあれやな、うまいけど僕が最近食べてる昼ご飯の方がうまいわ。もうこういうのを食べるのはほんまに2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかで全然いいなって思います。あとは人といる時はね基本的に僕は制限しないですね。あんまりなんかそこ気使いたくないというか。でも正直僕毎日のようにジャンクフード食べてる時もあったんですよ。もう1年前とかでもありましたからね。でも動画に撮ってないからみんなから見ると食べてないと思うじゃないですか。めちゃくちゃ食ってました。つまり Vlog っていうのはいい部分だけを見せるなんていうのはめちゃくちゃ簡単なんですよ。だって悪いところ撮らなきゃいいだけやから。だから YouTube でモーニングルーティンとか見てほんまにこんなんやってるかって思ったことある人いるでしょ。もうそんなんいくらでも撮影のために行動するっていうことできるから。ちなみに僕が密かにジャンクフード食べてた時っていうのは毎回晩ご飯の時間が結構遅くなってたはずです。で動画撮る時に今日は晩ご飯遅くなっちゃいましたとか言うんすよ。いやこんなん食ってるからやん。過去の自分へのツッコミなんですけど、いやそうなんですよ。食べへんかったら晩ご飯絶対早めに食べるから。でも7月ぐらいからの僕っていうのはマジで過去の僕とは違うなって自分でも思ってます。だから僕は自分の過去の動画を見た時になんでこんなクソみたいな生活してんねんって思っちゃうんですよね。でも動画内だけだとそれって分かんないじゃないですか。そしたらちょっと遅くなったんですけど今から英単語の勉強をやっていきます。今日はご飯作るのがちょっとしんどいんで卵かけご飯食べます。さあこの卵をめっちゃうまそう。晩ご飯です。いや昼ご飯とほぼ一緒やん。味噌汁の具材は豆腐ともやしですね。晩ご飯作るのしんどいなっていう時はもう昼ご飯と同じような感じでいいや。なんなら昼ご飯と全く同じもんでもいいもん。ちょっとあまりにも暑いんでエアコンの除湿つけました。やばい、エアコンつけたらめっちゃ気持ちいいやんけ。湿度も一気に下がっていってるし、もしかしたら今の時期冷房じゃなくて除湿でもいけるかもな。あとサーキュレーター併用してるから空気を循環できんのもでかいな。数値が 17.2 から 13.9 に一気に下がりました。もっと早く除湿つけとくべきやった。久しぶりにヨガしようと思ったんですけどプランクが全然できないです。いてれれれ、手首が痛すぎる。骨折完全に治るのこれめっちゃ時間かかるやん。手首に全然体重かけられへん。今日からちょっと高知県に行くんでパッキングします。じいちゃんの家に行きます。とは言ってもね別に持っていくもんほぼなくて2泊するんですけど、まず服やん。で T シャツはこのアイスブレーカーのやつですね。メリノウール素材素晴らしい。で脱いだ服はこのビニール袋にでも入れます。旅とかじゃないんでね、いつもと持ち物はちょっと違います。あとはこのアイマスクと耳栓ですね。短パンでも寒いことはないと思うんですけど一応スウェットパンツ持っていきます。あとはパソコンとかかな。歯ブラシ1ヶ月に1回は交換してるんですけど変えるの忘れてたんでこのタイミングで変えようと思います。交換する日にち決めた方がいいな。でも今から1ヶ月後ってなんかめっちゃ中途半端やな。てか今気づいたんですけど歯ブラシケースがないわ。もしかしたらもう結構ボロボロやったから捨てたんかもしれん。ここにないもんな。あったわ。ありましたね。っ
っていうのてか俺デンタルフロスなんでこんなあんねんっていう話なんですけどもちろん期間によってどれだけ持っていくかって違うんですけど、これ1個でどれぐらい持つか分かんないんで結構2個持っていくことが多くて、今回とかやったら絶対いらんから。あとこれはドライヤーですね。じいちゃんの家にはねドライヤーがないんですよ。髪の毛がないから今見聞色の覇気で自分の未来が見えたわ。でも今の時代っていうのは薬がありますし、僕も薬飲んでるんでね大丈夫やと思います。で今日もめっちゃ暑くて最高気温30度とかあるんでジーパンは履いていかないです。てか裾上げチェーンステッチに変えてよかったな。見てくださいこのうねり。やっぱこれがねリーバイスって感じするわ。1年ぐらい履いたら多分かなりいい感じになるやろな。昼ご飯です。ささみ冷凍してて解凍すんの忘れてました。はい、というわけで今から梅田に向かいます。梅田到着。バス停はここですね。バス停でおかんと合流しました。4時間半ぐらいバスに乗るんでとりあえず寝ます。なんか淡路島に行く道が通行止めやったらしくて今加古川にいます。でコンビニとかがなくて松の家しかないです。なんで逆に松の家だけあんねん。本日は大阪発高知。おはようございます。今から散歩します。すごい葉っぱが浮いてる雲の糸ですね。山の匂いがすごいしますね。車めっちゃ通るな。人は全く歩いてないけど歩行者用の信号ないんや。ローソン着きました。カフェラテ買います。サラダチキンだけ店内で食べます。コンビニやのにイートインスペース広すぎやろ。フードコートやん。太陽が雲から出てきたんでめっちゃ暑いですね。マジで暑い。10月後半の暑さじゃないって。これほんまになんもない田舎なんですけどめちゃくちゃ田舎やなとは思わへんねんな。家があったりとか車めっちゃ走ってる時点で。子供の時はね高知の山奥の川とかで遊んだりしてましたね。川もねめっちゃ綺麗なんですよ。ここは別に全然綺麗じゃないけど。今から45分かけてスーパーまで歩きます。めっちゃ遠い。田舎は車がないと生活できひんっていうのがよくわかるわ。やっとスーパー着きました。遠かった。昼ご飯です。カツオのたたきとあとこれチキン南蛮ですね。なんか高知のやつはこのタレが違うらしい。であとは味噌ラーメン。スーパーのカツオのたたきでもめっちゃうまそう。うまっ。めっちゃうまいわ。これ買って帰ろう今日の晩ご飯に。くっそうまいねこれ。いや正直この前店で食べたやつより好きかもしれん。一緒かな。一緒ぐらいかな。かなりうまい。大阪のスーパーのカツのたたきとは全く違うわ。ほんまはねこのスーパーにフードコートがあるっていうのを見てきたんですけどまさかの潰れてましたね。前からスーパーでご飯買って、ここで食べてます。周りもね全く飲食店ないんですよ。タレはどうします？甘いが辛いが中辛？中辛でいいです。はい。マヨネーズはつけろ？お願いします。はい、ありがとうございます。すごいこんなところにたこ焼き屋あるとは。今日もともと雨予報やったんですけどめっちゃ晴れてます。歩いていったわ。めっちゃ遠い帰りはバスや。たこ焼きうまいわ。でかいカニが壁を歩いてます。よく落ちひんな。夜もカツオのたたき最高や。おはようございます。昨日歩きまくって結構疲れてたんでめっちゃ寝たわ。
ってる乗ってる。目の前におるわ。目の前におるわ。そしたら今から大阪に帰ります。やっと大阪に戻ってきました。帰ります。はい、帰ってきました。全然開けられへん。何これ。欲しいものリストからオートミール送っていただきました。送っていただきありがとうございます。早速これ今から食べるわ。僕が最近食べてるオートミールこれなんですけど、これね粒がめっちゃ細かいんですよ。でもこっちのオートミールは粒がめっちゃでかいんですよね。で前これ食べてたんですけど、僕はこっちの方が余裕で好きです。こっちまだ余ってるんですけど、今日はこれ食べるわ。粒がでかいからマジで米みたいな感じなんですよ。昼ご飯ですじゃなくて晩ご飯です。であとは丸太産のマグロの刺身買いました。うまそう。うまいけど昨日食べたカツオのたたきの方がはるかにうまいな。いやー高知マジでね湿度やばかったわ。今日はちょっと雨やったからっていうのがあるんですけど、昨日は全国的にめっちゃ暑かったみたいですね。福岡でも最高気温30度超えたりとか、高知も昨日29度だったんですよ。明日は最高気温21度で晴れらしいんで神の気候やと思います。ほんまに最近気候安定しないですね。おはようございます。めっちゃ寝た。寒っ。というわけで今日からまたいつも通りルーティンをこなしていきます。とりあえず今から作業や。今日は間違いなく神の気候ですね。昼ご飯です。今から英単語の勉強します。終わってから散歩行こう。Do you wanna come to my party tonight? It's a bit last minute, so no pressure. はい、やるべきことやったんで今から散歩行きます。で今日はもう日曜日で人めっちゃ多いと思うんで、1時間ぐらい歩いてスーパー行って帰ってこようと思います。ジーパン乾燥機かけたせいで裾が2センチぐらい短くなっちゃったんですよね。乾燥機かけてから裾上げすればよかった。今日風が乾いてて強いからめっちゃ寒く感じる。もうさすがに暑くならんといてほしいな。今日は炊き込みご飯作りたいと思います。材料はもう切りました。この前炊き込みご飯1回目作った時はめっちゃ作るの大変やなと思ったんですけど、今回は2回目やからかあんま時間かかんなかったですね。結局慣れの問題か。1回目はレシピ見ながらやからめっちゃ時間かかるんですよね。この炊き込みご飯があまりにもうますぎるんですよね。あとは米を炊いて待つだけです。米炊けました。オープン。おー完璧すぎる。はい晩ご飯です。炊き込みご飯と味噌汁。炊き込みご飯マジでうますぎる。炊き込みご飯はしばらく週1で作ろうと思います。はい、あとはもう歯磨いて風呂入って寝るだけなんでそろそろ終わります。で今週は高知県に行ったんですけど、去年の12月にも行ってるんですよね。で実は2月にも高知に行ってて、というのは2月にばあちゃんが亡くなったんですよね。今年の1月から2月僕フィリピンのセブ島にいたんですけど、日本に帰ってきたその日に亡くなって、ですぐにね高知県に行ったんですよね。やから約8ヶ月ぶりに行きましたね。僕の母親はね今2ヶ月に1回高知県に行ってるみたいです。昔からなんですけど、自分の親にあと何回会えんねやろうとかこう考えるわけですよ。でも1年に1回とかしか会わんねやったらもう絶対100回も会うことないと思うんですよ。もう数えてみるとびっくりするぐらい少ないですよね。やから意識的にね、会える時に会っとこうかなって僕は思ってて、前から今回も高知県にじいちゃんに会いに行ったんですよ。僕は中学生になるまでは夏休みとか冬休みって絶対会ってたんですよ。でもやっぱり中学生以降っていうのは部活とかもあったから、なかなか会えてなかったんですよね。というわけでね、僕は定期的に親に会おうと思います。言うて大阪やしすぐ帰れるんで、そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。